こんにちは、グリプトです。米市場連休中となってますけども、またトランプサイドから関税関連の発信があって話題になっています。でまた仮想通貨関連でも、先物オンチェーンの方でも動きありましたんで、そのあたりの細かいところを見ていきたいと思います。本日の主なラインナップはこちらになっています。それでは本日のポジネガパンダチャートなどをまとめてみていきたいと思います。ビットコインの価格は現在10万8100ドルあたりを推移しています。指標の方では大きなものはなかったんですけども、トランプ大統領の各国へ関税率を送付するという発信が話題になりましたね。もともとは7月9日が期限とされてたんで、そこまで猶予があるような見立てでしたけども、これも若干警戒要素になったのかなと個人的には思いました。ナスダック SP500 の先物はですね、昨日上がった分戻した形なんですけども、そこは維持してまして、ドル円は 144.4 円台まで下落、ゴールドが若干強くなってまして、またリスクオフの傾向が見られます。ビットコインは11万1000ドル抜けれずにですね、10万7000のサポートで一旦反発した展開になってますね。あと個別株の方ではアンバーインターナショナルがシボで2550万ドル調達、ビットコインアルトの財務戦略に充てられるとされてます。株価は前回下落して8ドルつけてますけども、こちらも反転できるのか注目ですね。あと日本株のトレジャリー系ではですね、昨日週末最終日でしたけども、若干停滞している印象ありますね。メタプラネットも分岐で下に向かっているように見えますし、S サイエンスもですね、一度反発は見せましたけども、再度150円の攻防となっています。これらも週明けに反発できるのか注目ですね。あとデリバティブ関連では6月のビットコインの先物取引量が前月と比べてマイナス 20% と減少しているのも注目されています。去年の6月から9月も低水準になってるんで、これも夏枯れ示唆ということで捉えられてますね。あと価格変動率、ボラデリティもですね、6月は低いまま終わってるんで、7月にこの反動があるんじゃないかという見込みから、オプションのポジションもですね、こちらは7月25日期日の OI ですけども、上は12万ドルのコール、下は8万5000ドルのプッツと比較的大きく開いているのも一部で注目されてたりしてます。どっちに行くかはまだわからないですけども、大きな調整があるのか、それともそのまま続伸するのか注目ですね。あとオンチェーン関連では8万 BTC を保有しているクジラが14年ぶりに4万 BTC を送金したのが観測されています。取引所に送金してるわけではないんで売ってはいないんですけども、昔は大型の移動があっただけでですね、価格が下に反応したりしてたんで、これも警戒要因の一つになってるのかなと思います。昨日の ETF は米市場がお休みなんでゼロですね。今週はプラス 7.6 億ドル相当の流入となってます。香港はマイナス 18.9BTC となってますね。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 4.13%、733億ドル相当。オーダーブックの状況としては、下は10万6000、上は10万8200あたりから目指し状況となっています。今後の指標としては、7月9日に FOMC 議事録、7月10日に米新規失業権申請件数、7月11日にカナダの雇用統計などが控えています。昨日ですね、指標も一息ついて、関税期限も7月9日なんで、7月8日くらいまでは楽観視できそうだみたいな話しましたけども、その直後にですね、トランプ大統領から関税率送付の発信が出て、また若干警戒が走った印象があります。でも7月8日9日まで警戒されたとしてもですね、結局警戒解放からの事実買いとかもありそうなんで、下への圧力が、若干弱い気がしますよね。ここからね、またいろいろ懸念点など出してくるのかもしれないですけど、あとさっきちょうど夏枯れの話題が出たんで、ついでに話しますと、個人的にはこのトランプ相場の全部逆説が気になるんですよね。トランプ相場になってから旧正月アノマリでも下がって、セリンメイでも上がって、全部逆なんで、夏枯れも逆引くんじゃないかなと、ちょっと思ってますね。で、警戒されてたトレジャリーバブル崩壊もですね、まだそんなに顕著に現れてないんで、マクロ的な要因で上下はするけども、もう硬い資産としてじわ上げしてしまう、そういうシナリオもあるんじゃないかなと個人的には思ってしまいました。短期的には11万1000を抜けれずにですね、また下に向かって10万7000のサポートで一旦反発した展開になってますけども、ここを下抜けるとなるとですね、10万6000のサポートも視野に入ってきますね。7月9日が近づくにつれてですね、
どのように動くのか注目ですね。そしてイーサーですね。イーサの価格は現在2510ドル、BTC 建ては 0.0232、先物の方では OI は全体でマイナス 2.14%、331億ドル相当、ETF は、今週はプラス 2.2 億ドル相当になりそうです。香港はマイナス459イーサと、比較的大きいリストとなっています。BTC 建ては1時間足ではですね、若干抵抗を抜けたような形状になっています。日足では再来週あたりが分岐になってますけども、0.023 の抵抗を破れるのか注目ですね。あとその他の動向では、米国で注目されているジニアス法、クラリティ法、CBDC 阻止法案がそれぞれ7月14日以降に審議に入る予定ということで、その週をですね、米下院の共和党が暗号ウィークとして指定したこと、あと米証券業金融市場協会シフマが SEC の暗号タスクフォースと会合、デジタル資産進歩規制を要請したことなどが注目されています。このシフマは先日もですね、株式のトークン化に反対したことも取り上げましたけども、今回も SEC に規制を明確にするよう要請してますね。あとその他の国では中国の IT 大手 JD.com とアントグループが中国人民銀行にオフショア人民元のステーブルの承認を要請したこと、ロシアの国営企業ロステックがルーブル建てのステーブルルーブ X をトロン上で展開することを予定していること、カナダの中央銀行が支払いに特化した個人向けの CBDC システム OpenCBDC2PC を採用して CBDC の推進に動いていることなどが話題になっています。ステーブル CBDC 関連の話題が多くなってますね。あとはベルギーの暗号資産家誘拐事件の犯人に懲役12年120万ドルの損害賠償命令が下っています。投資家ウィンケル氏の妻を誘拐した罪で3人が逮捕されてまして、その後犯人はですね、スポンサーからの脅迫を主張してたんですけども、普通に人質事件と断定されて懲役刑となってますね。欧州の仮想通貨系の誘拐事件が後を絶たないということで注目されています。あとアルト関連では DeFi の月間手数料が 5.77 億ドル相当と6月も上昇しています。中でも景気がですねプラス3億ドル相当と目立ってますね。こちらもオンチェーンの盛り上がりからポジティブな要因として捉えられるのかなと思います。あとはオンドファイナンスが米国のブローカーライセンスを取得しているオアシスプロの買収を発表しています。で、昨日もこのオンドファイナンスが RWA プロジェクトに投資するという話題取り上げましたけども、こちらも株式トークン提供のための動きと見られています。あとはクラーケンの L2 インクがこのマスコットキャラクターの名前を募集するコンテストを開催してますね。1位は12イーサがもらえるということで、簡易的なコンテストとしてはかなり高額のコンテストになってます。あとアルトのチャート的には全体的に弱くなってますけども、XRP はですね時間足の分岐で折れて下に向かってます。 2.2 ドルで耐えてるんで 2.5 ドルの抵抗を抜けられるのか注目ですね。あとはソルですね。こちらも XRP と同じような展開になってます。次135ドルあたりも視野に入ってきてますけども、こちらも反発できるのか注目ですね。今日はこのとこですかね。ビットコイン未だに10万8000の攻防ですけども、週明けまでどのように動くのか注目ですね。次回は何もなければ来週火曜更新となります。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。